皆さんお元気ですか？関野義治です。始まりましたグレジャーニをもう一度、今回で13回目ですね。はい、ありがとうございます。ちょっと一回目線が落ちた見破られたそこだけ聞いていただけると。はい、いきます。3、2、1。皆さんお元気ですか？関野義治です。グレジャーニをもう一度、12回目になります。13ですね。惜しい。なんで減らしちゃったのか。いや、そう言ってから、さっき言ったよなって。12月の28日に、柳岡の町で最後の市が開かれるんですね。大人の足でも1日かかってしまいます。子どもたちも連れて行きたいので、私たちの車を、で連れてってくれないかというので一緒に行くことにしました。町に行くんで大変ですね。みんな、おめかし、特に子どもたちは初めての子もいるのでみんな大喜びです。ウイレブラ行ったことがあるんですけども、他の妹たちは初めてです。でウイルベルは別にして小さい子たちはみんな車に乗るのは初めてなんですね。みんな楽しそうですよねところが時間を経つに従って揺れるんですよ。とにかく当然こう寄ってきますよね。もうウイルベルはダウン。着きました。車だと2時間で、この辺の中心的な町ですね。役場もあります。市場もあります。もちろん市場では野菜を売ってるんですけども、この地域で採れた野菜が売られています。みんなお正月に着るもの、衣装ですね。それを買ってもらいたくてやってきました。子供たち好奇心強いんであっち行ったりこっち行ったりしちゃうんですね。とにかく今見たことのないものがいっぱいあるので、ここで、セーターですね。欲しいものを買いなさいって言ったんですけど、もう一回掴んだら離さないですねでみんな、お正月に着るセーターを買いたいんですね。特にウィルベルの場合は東石戦争初陣なので、これその時の着る、服を探してるんですね。ウィルベル気に入ったみたいですね。あとおもちゃです。で、私も子供たちに何か買ってあげたいと思って、できたら長く使えるもの、思い出の品としてビー玉をみんなに買ってあげました。みんな結構喜んでましたね。明日1月1日は東石戦争の日です。彼ら12月8日と1月1日、それから1月20日、それから2月の決まってない日に4回、年間でこの東西戦争を行います。で、バレンチンが、編んだ、陶石器を作っているところです。これはアルパカの毛ですね。Año nuevo, año nuevo. ¿Usted tiene herido? Sí. Sí, ¿no? No tiene miedo que pelee. No, no tiene miedo. Porque su tío murió con Tocton. Sí, 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 sí. Ustedes esperan que pelea bien frente. Sí, Wilber, sí. Esperamos siempre. Pero si muere. No creo que. No, no. No muere. ウィルベルは初陣
どう思ってんでしょうね。あ、今ちょっと温打で石を飛ばしてみせてくれます。本当大人がやると初速150キロ正確に当てることができます。ウィルもうまいですけどね。¿Cuántas veces fuiste a Tokto? ¿Primera vez? Ajá, primera vez. ¿De frente? Ya, ¿Ya? ya, ¿No tiene miedo? ya, Nada. nada, Valiente, ¿no? ya. さあ当日になりました。朝からみんな準備を始めるんですね。一番元気のいいのはお母さんです。まあ女性は戦うことはないんですけどね、後ろで応援団をしています。でお父さんは、実は彼は看護師なんですね。で村の、医療介護係です。まあ彼は戦うこともあるし、介護役医療班でもあるわけです。でおじさんがまあ戦士なんですね。村一番の戦士です。うわ痛そうなこれ。すりあごって接近戦で殴り合う武器ですけども、いよいよ透析戦争が始まります。まあ激しい戦いですね。最前線は10メートルまで近づきます。それで初速150キロぐらいのスピードで拳大の石が飛んできますから、まあウィルベスの初陣ですけども、彼がどのように戦うか、次に見ていきましょう。まあこの村に限らずアンデス全体で言えることなんですけども、共同作業をまあ重要視するっていうか、例えばこの村でいうと創立記念日のお祭りですね。これは村全体でやるんですけども、その他に、教会の修復、あるいは屋根の葺き替え、あるいは学校もそうですけども、そういう修復も村人全員で協力してやるんですね。で、この村だけの特徴として2年に1回藁の橋の架け替えをするんですね。子どもたちも含めてだいたい1人当たり16ヒロというか、1ヒロってこの手の幅ですけど、それを1人当たり16ヒロってことは50メートルぐらい作ってこなきゃいけないんです。名をなってこなきゃいけないんですけど、それを集めて橋作りをするんですけども、期間は縄を作る準備に1週間から10日ほど、橋は2日で完成させます。こういう作業を2年に1度村人全員で行うんですね。まあ橋は非常にきれいではあります。でしっかりしてます。でところがたまに歩くけどもほとんど使ってなくて、300メートル離れた時に鉄橋があるんですね。でそっちを使ってるんで、まあ彼らにとっては普段使えない、有用性がない、無駄って言えば無駄なんですね。でもなんで作るかっていうと、やっぱりアイデンティティかな。やっぱりここにしかない、他はみんな消え去ってしまったけどもここだけは残しておこうという、そういう自負もあるでしょうし、そういうものが、まあ、2年に一度変えさせる、原動力になってるんだと思いますね。無駄じゃないっていうことは何かというと、やっぱり有用性があるとか経済的メリットがあるってことをほとんどの場合ね、そうじゃない、まあこの藁の橋でいうと、まあ、アイデンティティとか、ここ「We Only One」であるとか、あるいはここ俺たちが作るんだけどこれ途絶えちゃうんだっていう自負ですね。そういうものが大きくて、僕なんか気づきっていうのも大きいと思うんですね。まあ、武蔵野美大でいる時に学生たちと縄文号パクールを2
船を作ったわけですけども、その時に砂鉄集めてたたら製鉄をやって、一から作ったわけですけども、航海をするということだけを考えるとそんな無駄なことをしなくてもいいんですよ。でもやっぱり無駄なことをすることによっていろんな気づきがあるわけですね。だから損得で考えればなんでこんな無駄なことをやってるんだっていうけど、なんかやっぱりそれだけで生きてんじゃないってことですね。一つは刀鍛冶と付き合うことによってものづくりっていえばどういうものかってことは学生たち僕よりもいろいろ考えるとこあったみたいですね。で僕なんかは、別の角度ですね。砂鉄120キロで5キロかよっていうのと、もっと大きいのは炭を焼く300キロも必要なんですよ、5キロの工具を使うのに。で300キロの炭実際焼いたわけですよ。結構時間かかるわけですよ。でなおかつ300キロの炭焼くのに3トンの松が必要なんですよ。ということは気づきの一つがあれですよ、鉄の歴史イコール森林伐採の歴史ってことに気づくわけですね。体で覚える、あとは感覚ですね。合理的じゃないんですよ。で合理的ではないところに意味があるわけで、本当に五感で感じるとかね、実際にやってみて実感として分かる。いや本見る分かるんですよ、無駄なことやってるっていうのは。でもやってみないと分かんないんだよ。